空と星月の間に創造主の娘が誕生した。彼女は楽園の奥で足跡を残し、荒れた地に愛の花を咲かせる。彼女がまいた暖かい光に、人々はようやく応え、眩しい星のような愛を送った。美しい物語よね。こんな風に自分を紹介するのは初めてよ。もしよかったら、私の物語をもっと聞いて。私の気持ち、ちゃんと受け取ってね。シンが人の律者は異能タイプの氷アタッカー。人の律者と起源の律者形態を切り替えられ、戦場を無価のステージにできるの。人の律者形態中、通常攻撃は弓の4連撃で氷ダメージを与える。命中時は水晶の氷鏡を最大40まで獲得可能よ。氷鏡を持つキャラはインデュア状態になり、攻撃された時にダメージを軽減するの。水晶の氷鏡はキャラが退場しても次の出場キャラに引き継がれるわ。人の律者形態中、攻撃ボタン長押しでチャージ攻撃を発動でき、経路上の敵を貫通し、無価の箇所を一重付与する。長押しし続けると連続発動しながら移動できるわ。3重になると敵は無価の花房状態になり行動不能になるの。武器スキルが無価の花房状態の敵に命中すると、シンが開花効果が発動し、範囲氷ダメージを与え、無価の花房を解除する。シンが開花効果発動時は無価の花房状態の敵1体につき開花によるダメージが上がり、発動後無価の花房を解除するの。人の律者形態中、極限回避スキルは全時空断裂を発生させ、次のチャージ攻撃を無価の箇所を30付与するように強化する。ちなみに極限回避スキルは自ら発動可能よ。敵が凍結、時空減速状態になると QTE が発動可能になり、無価の花房を付与し、氷ダメージを与え、極限回避スキルを発動させるの。チームメンバーが EP を一気に大量消費した時も QTE が発動可能よ。きらめきよ、大地を照らして。これが古の星空、万物の起源。私は訪れ、見届け、抱きしめ、愛した。必殺技発動で起源の律者形態になり、古の正解を想像するの。敵に氷ダメージを与え、無価の花房状態と凍結蓄積を付与するわ。期間中は爆発状態となり、律者エネルギーを継続回復し、攻撃も変わるの。通常攻撃はスタッフを使い、魔法で氷ダメージを与える。武器スキルは正解のワルツを発動し、氷ダメージを与えるわ。チャージ攻撃は律者エネルギーを全消費し、命中した敵に無価の箇所を30付与して正解のワルツのクールタイムをリセットする。極限回避スキルは敵を吸い寄せ、起源の律者形態開始と終了時にクールタイムがリセットされるの。古の正解中は敵に凍結蓄積を継続付与し、同時に氷特徴を持つ味方の EP を回復し、さらに追加でスリップダメージを与えられるようになるの。またエリシアはチームメンバーの EP 消費をもとにチャージするのよ。起源の律者形態中、チャージ数をもとに自身のダメージを上げるの。チャージ数が一定値を超えるとさらにダメージが上がるわ。そして形態終了後、チャージ数はリセットされる。起源の律者形態中に必殺技ボタンを再度押すと氷元素の最後の一撃を放つの。同時に形態が終了し、古の正解もなくなるわ。実
実戦では人の律者が QTA で登場し、武器スキルで真が開花効果を発動後、チャージ攻撃、武器スキルを繰り出し、真が開花効果を再度発動させるの。その後必殺技、武器スキルを使用し、律者エネルギー満タン時にチャージ攻撃をして武器スキルをもう一度使う。その後は最後の一撃を放ち、また回避スキル、チャージ攻撃、武器スキルを交互に使い、真が開花効果を発動してね。古の楽園ではまず初年の祝福と初見の祝福を選択して、共通刻印は螺旋と群生の2つ目の革新刻印を選んでね。支援枠は雲木単身とロストローズマリーがおすすめよ。戦闘中は人の律者形態で武器スキル、回避スキルを交互に使い、チャージ攻撃で攻撃してね。回避スキルのクールタイムが終了後、また次のループを始めて。他にも開花の祝福と目覚めの祝福を選択し、共通刻印は飛翔と群生の2つ目の革新刻印を選ぶやり方もあるわ。その場合支援枠は雲木単身と鬼鎧がいいでしょうね。戦闘では人の律者形態中にチャージ攻撃で EP をため、必殺技で起源の律者形態になって、その後は武器スキルとチャージ攻撃で交互に攻撃をしてね。回避スキルで律者エネルギーを回復するのも忘れないで。私はこの美しい世界に生まれたことをずっと感謝してるの。輝く星々、彩る花々、それらが私の全てを生み出した。真剣に聞いてくれたあなたにもう一つ私の秘密を教えてあげるわ。あなたと私はそう離れていないの。信じられないならあの流れ星を見て。心からの祝福を込めたのよ。天地に光が注ぎ、幸せが続きますように。